こんにちは、MB サポートの管理人です。2008年の12月に購入した42型液晶テレビ、東芝レグザ 42H7000 の内蔵ハードディスクドライブが壊れました。突然ハードディスクドライブが認識されなくなり、初期化する必要が生じました。それが起こる頻度が短くなり、覚悟はしていました。不良セクタか不良クラスタがあり、そこへ記録しようとするとエラーが出て、初期化が必要になるのかもしれません。初期化すると、録画したデータが消えるので、やんなっちゃうなもうってなります。これが、壊れた内蔵ハードディスクドライブです。ケースの蓋はヘックスローブの4つのネジで固定されています。これに対応するトルクスレンチは T5 です。良い子のみんなは真似しないでください。このハードディスクユニットの型名は、DHH-30U5 です。すでに販売が終了しており、入手する方法がわかりません。中古ならオークションで購入できるかもしれませんが、ハードディスクドライブの中古は避けたいところです。一本抜けました。専用ユニットが販売されていたとしても、PC の自作やパーツ交換をする人は、自分で交換したいという欲求に駆られるでしょ？ご安心ください。ネットで調べたところ、同じハードディスクじゃないと、認識してくれないようです。あれこれどうやって開けるの？お、外れた。でも、何かが取れない気がします。なるほど、テープで留められています。あ、そうそう、先に言っておくと、内蔵ハードディスクドライブにこだわるのであれば、メーカー修理に出した方がいいです。今となっては、それ以外の手がないようです。そうそう、わかっているよ。それを剥がしなさい。よくできました。中に入っていたのは、東芝 MK3052GSX でした。ということで、代替案の外付けハードディスクドライブの増設で対応します。外付けにすると、今すぐニュースという機能が使えなくなるらしいのですが、その機能の存在を今知った私には、痛くも痒くもありません。それよりも、レグザ 42H7000 には、USB 端子がないのが問題です。ESATA 接続の外付けハードディスクを購入する必要があります。今回購入したのは、東芝の 1TB、2.5 インチのハードディスクドライブ、MQ01ABD100 です。安かったので購入しましたが、何テラバイトまで認識できるかは不明です。1.5 テラは認識しないとの噂です。内蔵しても認識できないことはわかっていますが、それでもやっぱり試してみたい MB サポートの管理人。素直に認識してくれれば、嬉しいのですが、蓋を閉めるときは、コツをつかむ必要があります。ヘックスローブネジを閉めて完成です。何事もなかったように本体に戻します。果たして結果は？ですよねー。外付けに変更します。ということで、2.5 インチ SATA ドライブ対応ケースを購入しました。USB 3.0 と ESATA 接続に対応しています。
これが本体だね。本体。USB 3.0 ケーブル。ESATA ケーブル。それから、電源供給用の USB ケーブル。説明書です。これが ESATA 端子だね。私の PC にもこの端子が2個ありますが、使ったことはありません。重さは 60g でした。ハードディスクドライブをセットします。ケースのロックを外します。スライドさせます。SATA 端子と電源端子が見えます。こんな感じかしら。良い子のみんなは、説明書を読んでね。接続できたみたい。そうそう、さっき、内蔵ハードディスクドライブにチャレンジしたでしょ？正しい内蔵ハードディスクが取り付けられていません。って表示されたから、登録されていた前のハードディスクを解除して、再検出を実行しましたが、やはり認識されませんでした。ケースをロックしたら完了。今回使うのは、付属品の ESTAT ケーブルです。通常の SATA ケーブルより、抜けにくいコネクターです。しっかり差し込みましょう。いいね。次は USB 電源ケーブルを接続します。本体の DC コネクターに接続します。いいね。さて、USB 端子をどうするかだね。電力を安定供給するために、エレコムの USB 充電器を購入しました。USB ケーブルを接続して、コンセントに挿すタイプです。いいね。これで準備完了ですが、一応、説明書に目を通します。それでは、ESATA ケーブルを、レグザ 42H7 線に接続します。暗くてごめん。往々にして、テレビの裏面での作業は辛いです。狭くて、暗くて、埃っぽくて、入らねー。そうそう、しっかり差し込んでね。コンセントに差し込みます。ポチッとな。動いているみたい。テレビの電源をオンにします。外付けハードディスクが認識されたみたいです。はい、押しましょう。登録を行うために初期化を行います。はい、押しましょう。2度目の場合は、この画面が表示されます。登録されるまで待ちましょう。壊れた内蔵ハードディスクは取り出し済みで、登録も解除してあります。外付けドライブを、ハードディスク1という名称で使います。いいえを押します。リモコンの決定ボタンを押します。
内蔵ハードディスク 300GB から、外付けハードディスク 1TB に変更した結果、最高画質での録画可能時間が、29時間から92時間に増えました。最後まで見てくれて、ありがとうございました。今回購入したものは、概要欄にリンクを掲載します。おそらく、私のウェブサイトで写真と文章による説明を掲載すると思われます。それではまた。